皆さんこんにちは。ここからのお時間はコナミさんの最新作サイレントヒル2の岡本プロデューサーと第4協会の藤沢総監督をお招きし、東京ゲームショウ2024で実施されているコラボレーション企画についてお聞きしていきたいと思います。まずはお二人から自己紹介をお願いいたします。はい、私がサイレントヒルのシリーズプロデューサーを務めている岡本元井と申します。サイレントヒル2再来週に発売なので皆さんぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ藤沢総監督お願いいたします。第4協会総監督というなんか大層な肩書きを背負っております藤沢仁と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まずは2024年10月8日に発売となるサイレントヒル2についてお聞きしたいと思います。まずは岡本さんからタイトルのご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、サイレントヒル2の、リメイクの素晴らしい点いくつもあるんですけど、はい、今日は3点特に絞ってご説明したいと思います。スクリーンショットの方をお願いします。まず1点目が 4K グラフィックで再現された霧の街でして、緻密に作り込まれていますので非常に探索しがいがあります。またオリジナルでは入れなかった場所にも入れるようになっているので非常に探索が楽しいゲームになっていると思います。はい、次のスクリーンショットお願いします。2点目は作り込まれたカットシーンでして、最新のモーションキャプチャー技術によって微細なですね目の動きとか口の動きをとって感情表現をすごく細やかにしてますので非常にですねサイレントヒルといえばやっぱり表情の演技が命なのでそこを楽しんでいただけると思います。はい、次のスクリーンショットお願いします。最後がですねやはりサイレントヒルといえばサウンド3D 音響を使ってですね背後にいるクリーチャーの存在感も感じ取れるような音響になっていますので、ぜひと皆さんですね音でサイレントヒルを楽しんでいただければと思います。サイレントヒルに関しては難易度選択も3つあってアクションが苦手な人でも楽しめるようになっているので非常にストーリーを追いたい人でも安心して楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。藤沢さんはサイレントヒルシリーズの大ファンだとお聞きしました。はい、大ファンです。サイレントヒルシリーズの出会いや魅力など藤沢さんを虜にした点についてお聞かせください。はい、いいんですか、語ってしまって。もちろんでございます。ぜひ。今回その第4協会っていう僕たち、ARG ブランドっていうものを作っているチームなんですけれど、サイレントヒルが実は今回の初めてのコラボっていうことになっていて、はい、でもともとその ARG っていうジャンルはその既存の世界、僕たちが住んでいる世界と地続きに物語が始まるっていう仕組みのものなので、すでに存在するゲームとのコラボってどういうふうにやるのかいいのかっていうところはなかなか僕たちは初めての挑戦だったんですね。はい、なので、そういうことをやるのは結構慎重に考えなければいけないって思ったんですけども、僕サイレントヒル好きすぎてこの話が来た時にこれ断ったら一生後悔するなと思ってこれは引き受けようと思って引き受けたっていうのが今回いきさつではあったんですけれど、なんでそんなに好きなのかっていうと、もともと1作目がプレイステーションで出ていて、それも大好きだったんですけれども、これがプレイステーション2に出たのが2001年ですよね。はい、でそれが実は昨日が23周年だったんですよ。そうですね。ちょうど。で昨日が23周年で、じゃあ23年前自分は何をやっていたのかっていうふうに振り返ると、僕はドラゴンクエストのプレイステーション4リメイクを終わったばっかりで、これからさっきまさにここに座ってた日野さんと一緒にドラクエ8を作り始めるところだったんですよ。でちょうど、ドラクエ8が出るのは2004年だったかな。だから2001年ぐらいって作り始めた頃で、まだちょっといろいろ時間的にゆとりがあって、とにかくゲームやりまくってた時代で、その時に出たんですよ、サイレントヒル2が。でこれ2001年って奇跡の年で、9月でね、昨日ですよね、23年前の昨日にサイレントヒル2が出て、この2ヶ月後の11月にあれですよ、メタルギアソリッドサンズ・オブ・リバティが出るわけですよ。もうあの辺のもうずっと俺コナミのゲームやってんなみたいなそんな時代があって、本当になんていうんだろう、自分にとってはその子供の頃からゲーム大好きだったんだけど、ちょうど2001年のまだプレイステーション2が盛り上がってた時代ってめちゃくちゃ自分の中でゲームを遊びまくってた時代で、
そういう時代に出会った、やっぱり僕にとってさっき日野さんがドラクエ3の人生を変えたゲームって言ってたけど、僕の人生を変えたゲームの一つだったので、それに関われるんだったらこれは断っちゃいけないなと思ってといういきさつがありました。素敵なエピソードありがとうございます。今回のサイレントヒル2に期待していることなどリーさんありますか？もともとサイレントヒルってあれなんですよ。最初プレイステーション版の時って、当時は当然マシンスペックが全然低かったからかなりローポリというか解像度も荒いし、それが PS2 になった時にこんな綺麗な解像度でサイレントヒル遊べるのやばくないみたいなところで思ってた、あの時のやっぱグラフィックの進化によってホラーの解像度が高まってより怖くなる、よりリアリティが増していくっていうのはものすごい正しい進化だと思っていて、だから今回純粋なただ解像度が上がっただけの変化ではないけれど、でもやっぱりなんていうの、あの街にもうあたかも自分の視力が良くなったような感覚でもう一度遊びに行けると思ったらもうそれは本当作ってくれてありがとうございます。いやいや良かったです。本当にまさに当時の PS2 も衝撃的な、当時としては衝撃的なグラフィックだったと思うんですけど、その衝撃をもう20年以上経ってもう一度味わっていただけると思います。でも本当その感覚が一番的を得てると思っていて、なんか自分の中で23年でやっぱ思い出って美化されるじゃないですか、脳内で保管されていくじゃないですか。その保管をちゃんとビジュアライズされているというところがすごいいいなと思っていて、すごく制作チームが愛があるので、すごくそこを頑張ってビジュアライズを起こしているので、まさに23年前のこれかっていうのをちゃんと味わえると思います。ありがとうございます。続いては藤沢さんから第4協会についてご説明いただいてもよろしいでしょうか。サイレントヒルの話をもっとしたいんですけどもっと話しましょうか。サイレントヒルすごいんですよ。プレイステーション時代ってやっぱりマシンスペックが全然低かった時代で、当時その 3D のキャラクターを動かすっていうことでいろんな発明がされていった時代で、ちょっとタイトル出すと角が出すといけないんであえてタイトル名は何も出さないんですけど、当時ってその背景ってプリレンダリングって言って、つまり背景は絵でキャラクターだけ 3D で動くっていう手法が一般的だったんですよ。あのゲームもあのゲームもあのゲームもそうだったんですよ。だけどその時代にそのマシンスペックで背景を 3D でやろうぜっていう多分ね作った人は大変だったんだろうなって思うその挑戦をしたのがサイレントヒルだったんですよ。でサイレントヒルでもだけどマシンスペックが低いから遠くが映せないんですよ。つまり足元しか表現ができないから、だから霧で隠す。だから暗闇とか霧とかを使ってとにかく円形が映らないようにするっていう、つまりあの時代のマシンの制約があった頃こそ生まれた物語なんだけど、世界観なんだけれど、だけどなんていうんだろう、そういう制約的に作ったからではないある種なんていうんだろう、世界観の詩的感というか、そこが他のゲームと全く違う唯一無二感があって、そこがすごく良かった。ちょっとね文学的なところがあったというか、非常に当時のゲーム業界になかったというか、映画的なゲームはありましたけど、特殊な独特の雰囲気っていうか寂しさっていうところにはなんか文学に向き合ってるような独特の感覚がありますよね。ありましたし、なんていうんだろう、やっぱりアクションアドベンチャーゲームじゃないですか。で当時やっぱアクション性というかコンバットの面白さみたいなところを突き詰めているゲームが多い中で、サイレントヒルは違うんですよ。サイレントヒルはなんていうんだろう、やっぱタイトルがサイレントヒルっていうだけあって、主人公は街なんですよ。主人公が街っていう考え方と、そこにある霧と暗闇、鉄とサビっていう世界観と、さらにこの山岡さんのなんだろうペーソスのある曲がもうたまらなく全部がマッチしてて、サイレントヒルって日本でも好きなファンいっぱいいると思うけれども、あれですよね、北米欧州の方が圧倒的に人気があるんですよね。そうですね。大体やっぱり海外が9割ぐらいユーザーいらっしゃる。9割。非常に海外で強いIP というか作品になってますね。なのでやっぱりそこの綺麗に作り上げられた世界観っていうのが日本を飛び越えて世界中の人にそれだけ愛されてる。変な話だけど、外国人の人が作った日本って日本人から見るとどこか日本じゃないさを感じたりすることって多いけれど、日本人が作ったアメリカですよ。日本人が作ったアメリカのゲームが世界中で受け入れられてるっていうのは、それだけこのサイレントヒルっていうゲームの起こした奇跡みたいなことなんじゃないのかなって僕は思っていて。
なのでおっしゃる通りですね。あと2時間ぐらい僕語りますけど大丈夫ですちょっとその第4教会についてもちょっと皆さんにもうちょっとサイレントヒルを語れてないですね。大丈夫なのであればもちろんはい私も聞きたいですし、で当時その2001年って僕はまだあれだったんですよ。さっき言ってた通りでドラクエ8を作るよりも前の段階で実はねまだアメリカに行ったことがなかったんですよ。ほでアメリカに行ったことがない時代にそのサイレントヒル2をまあ1もそうなんだけど1、2っていうところで初めてアメリカに行った体験が僕サイレントヒルなんですよ。そうだっそうっていう、まあ、脳内がすでに錯覚を起こしていてで後に大人になって、まあ、アメリカに行くことがあって、まあ、このサイレントヒルで描いているようなある種寂れた観光地のようなところも実際に自分で足を踏み入れて見た時に本当に最初に思ったことがサイレントヒルだって思ったんですよ。でもそれほど解像度が高くゲームでも作られてるってことですもんね。だしなんだろうそのただ街を作るって言ってもその街の例えば落ちているもの一つ道路のシミ一つ看板のリアリティとかそういったもの一つ一つが本気で作ってあるからこそサイレントヒルはやっぱり街が主人公のゲームだっていうふうに言えるしそこが今でも多くの人を引きつけている魅力なんじゃないかなって僕は思ってます。素晴らしい魅力がたっぷりですね。いやでもリメイクでも本当に街の汚しの部分をポーランドのチームでやってくれてすごくそこが良かったというかポーランドも非常に彩度が低い街並みというかでちょっと汚いところあるんですよ旧共産圏の国なのでそういう汚しがうまいというので非常にディテールな汚しをしてくれたんで街を歩く楽しみっていうのはもうリメイク版も相当高いと思います。これはもう楽しみですね。早くあの頃 PS2 時代では判読できなかった看板がすごいね解像度が鮮やかになってこんな色だったんだとか本当にさっきも言ったけど俺の視力が良くなったような錯覚がする看板しかなかった店にも入れるようになりますし中にもしっかり入って探索ができると。はいまあ、なのでそこ僕も含めた世界中のそのサイレントヒル好きな人にとってやっぱりそこって重要なポイントだと思っていてその重要なポイントをずらさずちゃんと踏まえて抑えて作ってるから今回のリメイクの完成度は本当に高いと僕も触らせてもらいましたけど思います。これはもう早く触りたいですね私も。本当にぜひぜひぜひもうサイレントヒル2リメイク版ぜひやらせていただきたいと思います。はい、サイレントヒルの話はまだなんか終わりそうな雰囲気ですけど終わんないんですけどちょっと今で昨日ゲームショーでそのサイレントヒル2のブースに行って実際にそこでその特別映像あるじゃないですか、あれやばくないですか。よかったですね。本当よかった。好評でゲームショーはまだ明日もやってるんで来れる方はぜひサイレントヒルそうですねブースの方に幕張メッセまでお越しいただいて映像を見ていただけるといいかと思います。サイレントヒル2のね話ももちろんまだまだ聞きたいところなんですけれども第4協会さんそんなものは大したもんじゃない。いや待ってる皆様もいますよ。じゃあ、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、第4協会というのはさっき少しお話ししましたけども ARG という多分あんまり多くの人が聞いたことがない、ゲームジャンルというか表現手法なんですけれど、それは日本語に訳すと代替現実ゲーム、代替っていうのは置き換える現実のゲームっていうその言葉が使われるんですけど、要するに今まで僕たちがやってたゲームっていうのは例えば映画を見に行くとかゲームを買いに行くとかネットフリックスで番組を選ぶとか何かをするときに自分から物語の方に歩み寄っていくっていう物語だったと思うんですね、だけど僕たちが作っている ARG っていうのは物語が自分の世界に近づいてくる。確かに私も第4協会さんのゲームはいくつかたくさんやらせていただいたんですけれども、ありがとうございます。実際に自分の人生に侵食されていくような嬉しいです。感じましたね。新しい感覚というか。嬉しいです。で、それがじゃあ具体的にどういうことなのっていうと、一つは人の財布っていう商品が去年かなりネットで話題になりまして、それっていうのは誰かが使っていた財布をその中身ごと購入すると。
でそうするとその中には皆さんの財布もそうだと思うけれども多分個人情報がたくさん入ってるじゃないですか。そうですね。でその個人情報からこの持ち主は誰で今どうしているのかっていうことのプロファイリングをしていきながらこの財布から始まった物語の最終的な回答を究明していく物語っていうのが人の財布という商品。こちらすごい人気で今でも半年待ちになっちゃうんですけれど、一応予約は受付中なのでもしご興味ある方は第4協会で検索していただけるとお店見つかると思うんで、はい、とかでさらに今日実物を持ってきたんですけれど、こちらはただの茶封筒なんですけれど、これ中を開けるとこういうこれギビングリリーフっていう会社のクリアファイルで、この中には給与明細が1枚入ってまして、給与明細でこれは、さっきの商品が人の財布だったんですけれど、これは人の給与明細という商品で、この誰かの給与明細から始まる物語、つまりここにもうすでにこの段階でいくつか情報が書いてあって、もらった人の名前とか会社の名前とか書いてあって、こういうものをネットで検索していくとそこからこの人じゃあ彼女は今何をしているのみたいな物語が始まっていくっていうのがこの人の給与明細で、これも ARG です。とか。すごいですね。私も実際それやらせていただいたんですよ。ありがとうございます。クリアできました。クリアできました。素晴らしい。いやでもすごいですよね。ここまで本当にその会社もあるんだって思っちゃうぐらい。そうですね。すごいなんかより没入感を得られるような仕組みになってて。ありがとうございます。で、せっかくなんで、そんなまだ始まってから半年ぐらいしか経ってない組織なので、あまり作品がたくさんあるわけではないんですけれども、あと第4協会を名前を押し上げた一つのタイトルが鏡の特殊少年更生施設っていう要するに少年院のウェブサイトなんだけれども、その少年院のウェブサイトで表向きちゃんと少年を更生させてますよっていうメッセージにあふれているんだけども、よくよく調べていくとどうもそういう施設じゃないぞってことがだんだん明らかになってくるっていう、そういうある種ウェブサイトを使った新しいミステリーの手法みたいなものも、これも実は第4協会の作品だったりはしますと。非常に私もそちらもやらせていただいてます。ありがとうございます。めっちゃやっていただいてありがとうございます。めっちゃやってるんですよ。はい。じゃそちらの方もね、後ほど皆さんにお伝えしていきたいんですけれども、今回その新しい取り組みとしてサイレントヒル2とコラボして ARG のレッドリーパーをリリースされたということで、こちらのコラボのきっかけについてお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。これはですね、僕からでいいですか。もともとサイレントヒル2がこの時期に出るっていうことは分かっていて、岡本さんって僕たちの活動って先に知ってていただいたんですか。そうですね。鏡のもチームメンバー全員で遊んでますし。嬉しい。でそういう中でちょうど間を取り持ってくれた方がいて、でサイレントヒル2がもしかすると第4協会と合うんじゃないかなって思ってるんですよ。でもその時点ではまだ妄想的な話で、彼の話は僕サイレントヒル2大好きなんですよねから始まって、いや待てと、俺のが好きだと。でそこでそれ居酒屋だったんだけど、僕は冒頭のメアリーの手紙を暗唱したんですよ全部。曖昧な眠りの中で夢見るのは街サイレントヒルをずっと一人で言い続けたら、この人やばいって顔されて、で彼が岡本さんとつながっていたので、岡本さん紹介させてくださいって言って、でサイレントヒル2のプロデューサーを紹介させてくださいって言って、誰なのって言ったら岡本さんですって言って、実は知ってたんですよ、岡本さんのこと。もともとお知り合いだったということですね。何年か前に僕がコナミに入る前に一度お付き合いがあって、存じ上げていたんですけど、コナミに入った後はちょっとお互いご一緒する機会がなかったんですけど、今回なんと藤沢さんがそんなにサイレントヒル2お好きだったとは知らなかったみたいなことで、急にお話が盛り上がりまして、一気に話が進みました。すごいスピードで進みましたよね。だってあっという間にできましたよね今回。いや本当にどの時期から動き出したかっていうのはちょっと言わないですけど、ものすごいスピードでこの企画が進んで、コナミの中でも記録的なスピードで物事が進んだと思います。そうですね。はい。でもそんな大好きな作品とコラボが決まった時の心境とかって藤沢さんいかがでしたか。もう
僕もともとドラゴンクエストを作ってた人間で、さっきの日野さんの話と通ずるところあるんですけど、やっぱりこう自分がサイレントヒルのなんていうと歴史の中に少しでも名前を刻めるって思ったらもうそれは嬉しかったですよ。なんか作ってる最中もなんかサイレントヒルの一部を作ってるって思っただけでモチベーションずっと上がりっぱなしだったんでそれは本当に幸せなことだったし、あと、岡本さんとの縁で言うと、岡本さんさっきも第4協会っていうまだ知る人ぞ知るっていう段階からやっぱ注目してくれてて、岡本さんって日頃から新しいそういう取り組みとかこれから来そうなバズるものに対するアンテナすごい張ってる方で、で実は昔僕がスクエにいた頃に作っていた預言者育成学園っていうゲームがあって、前にご縁をいただいた時も岡本さんがそれのね小説を読んでいただいて、非常に文章がもうなんかゲームシナリオ離れしてるというか、まさに小説家の方がなんか文学的に書いたようなレベルの文章力だったので、もう文章力に感動して藤沢さんにお声掛けしたっていうのが当時の事情で、いや本当にそれ僕嬉しくて、もう初めて会った時にあれ本当に藤沢さんが書いたんですかって若干疑われてでもそういう出会いがあったので、これをサイレントヒルでしかも岡本さんがプロデューサーをやっていて、もうこれはもう人の縁と自分の人生で好きであったものとか全部重なってこれをやらないっていう選択肢はないなと思ってたので、本当になんかやらせていただけるってなった時本当に光栄でした。いやこちらこそ藤沢さんとお仕事できて、数年前にはちょっとご一緒しかねたところがあったので、ようやくご一緒できて非常にハッピーというか、なんか何年かぶりに投げたブーメランが帰ってきた感じでよかったです。本当に時誘っていただけたのがなかったらこの話もねこれが完成してなかったかもしれないですからね。僕もありがたかったです。なんか心温まる素敵なエピソードをありがとうございます。はい、ということでそれではここから実際にレッドリーパーについてご紹介いただきたく思います。藤沢さん、今日実際にそのパンフレットを持ってきていただいているということで、あるんですが、実はこちらがそうなんですけれど、こちらがこれ今東京ゲームショウの会場でバブルヘッドナースが1枚ずつせっせとすごいプルプル震えながらやってる配ってますので、若干敬遠しながら配っててかわいそうな気持ちになるんですけれど配ってるものなんですけども、まずこれ持ってなくてもまず遊べますよっていうことが一つなので、東京ゲームショウ行けないから遊べないやみたいな話ではないので、ちょっとゆっくりと話を聞いていただければなと思います。これ後ほどまたご紹介するんで一回置いときますね。じゃあサイトの画面って映していただいてもいいですか。はい、今サイト映りました。これが、サイレントヒルっていう街にもともとある歴史資料館っていうのがあるんですけれども、それの、ウェブサイトになっています。サイレントヒルさっき言った通り 90% が外国人の英語圏ではない国もあると思いますけども、お客様が多いので、まず英語版があって、だけど日本語版もちゃんと対応しています。で日本語版にすると、中はこうやって見ていただくと分かる通りで、本当になんていうんですかね、資料館のサイトとしてぽいものがあるんですけれども、見ていくと、例えば資料館とはと見ていくと、館長のご挨拶、ちょっとカップのいい館長がいたりとかっていう、本当にこうもちろんサイレントヒルの中にあるものなので、実在するわけではないんだけども、あたかも実在するサイトのようにこう作られていると。いやすごいです。リアリティがもう細部までこだわりが。そうですね。だけどこのサイトも、さっき鏡の特殊少年更生施設にいろいろ隠されているものがあるっていうお話をしましたけれども、実はこのサイトにも少し隠されているものがあって、例えばスタッフのページっていうのがあるんですけれども、そうするとここの資料館で働いている職員の方々のこういう、自分の自己紹介ページみたいなものがあって、例えばこの中にいるイーサン二宮っていうキャラクターがいるんですけれども、イーサン二宮っていうページを見ていくと、彼の簡単な略歴と、あとスタッフブログというのがあって、こう日頃の日常の生活をこうブログとして残していると。ブログも見れるんですね。そうですね。だけれども、実はこのサイトってここの自分のページをある程度自分の裁量でコントロールできるようになってるんですね。自分で更新できるようになっていて、実は各スタッフがちょっとなんていうんですかね、いたずらを仕掛けているというか。いたずら。なので例えばちょっとトップに戻るっていうところがあるんですけど、例えばここをクリックするとみたいなことが起こるわけですね。こういうふうに
ここの中は今読まないんですけれども、いろいろとこう隠されているところがあるっていうのを探していくということがあります。であとは、もうちょっと見ていくと、はい、あんまりこの辺はちょっとネタバレというほどのネタバレでもないので許してもらえればと思うんですけれども、はい、例えばこれとかだと、画像サラとサンドイッチランチって言っているその画像の一部をクリックするとやっぱりこう隠されたメッセージみたいなものを見つけることができたりしますと。ただこの時ちょっとここに注目してほしいんですけれども、はい、36分の3レベル1っていうのが見えるかと思うんですね、はい、これってつまりこういう隠されたページが36ページあって、これは難易度的に言うとレベル1ですよっていう意味なんですね。これ鏡のにも似たようなのがあったと思うんですけど、はい、ありましたね。っていうのがあって、これでじゃあ36のページを探していくと、いろんなこのサイト、今サイレントヒルで起こっている出来事に自分が介入していくことができるっていう物語になっているということです。すごいですね、これは、はい、より楽しめるサイレントヒル2も。そうですね。でさらに言うと、はい、ちょっとだけネタバレしちゃうんで、もう一個もネタバレ見たくない人がちょっとこうやってあーってやっててほしいんですけど画面の前で、はい、ちょっと画面あんま見ないように薄めで見ててほしいんですけれど、はい、資料保全活動についてっていうページがあります。で資料保全活動というのがあって、ここで資料寄贈のお願いっていう、もともと歴史資料館なので、古い資料とかがあったら提供してくださいっていうことを言っています。で、1960年代に刊行されたサイレントヒルの観光パンフレットを探していますと。でその中で記載されたコード、アルファベット2文字から始まる 6桁の数字で、この NM から始まるもの、VH から始まるもの、MH から始まるものを探しているので、資料寄贈フォームっていうところから送ってくださいとなってます。そうするとまずここでこっちに戻ります。こちらのパンフレット配られていたこれがどうも1960年代のパンフレットなんじゃないのというふうになって、じゃあそのさっき言ってた資料コードってどこに書いてあるんだっていうところでいろいろこうつぶさに見るわけですよ。はい、でつぶさに見ていくとまさか ありました。ありますか。はい。でこれがプロデューサーここで言っちゃっていいんですよね。OK です。はい。そうするとここの裏面の多分抜いても見れないと思うんですけれど、ここら辺に小さな文字でコードが書いてあるんですよ。ボケちゃうか。今映ったかも。もしはスクリーンショット。はい、撮っていただいくと。これどうもごめんなさい、僕おじいちゃんでちっちゃい字読めないんですけれどMH から始まるやつじゃないかってことが分かるわけですよ。ってことはここで今探している資料っていうのがどうやらこのパンフレットらしいと、じゃあこの資料を寄贈したいと、そこから物語は始まっていきます。じゃあここに書いてある、じゃあサイトの方をお願いします。資料寄贈フォームっていうのをクリックします。はい。繋がらないと、404ノットバンドとなってしまうと。繋がらないですね。繋がらないですよね。だけどこれさっきのスタッフページを読んでいくと、どうも最近ネットワーク管理者が変わったらしいんですね。でそれによってもともとちゃんと削除しなければいけないページが、なんていうんだろう、よくこれウェブ詳しい人だったらわかるかもしれないんですけれど、その URL の後ろにちょっとアンダーバー1個足しただけでただリンクだけ切るみたいなことをやるわけですよ。すいません、サイト側もう一回お願いします。で今ここになっているレジストレーションっていうところがあって、この URL の最後にアンダーバーが一つついてるわけですね。このアンダーバーをじゃあ取ってみましょうと。取ってみてすると消されたページにアクセスすることができると。すごい。なのでそんなことまで。そうすると、ここで名前を入れるんで、入れていいですか。はい。ちょっとすみません、ここだけじゃちょっとオフにしていただいていいですか。はい。じゃあ瀬戸桃子。オフにすれちゃいましたか。ちょっとメールアドレスがなんかちょっとこういうの映っちゃうとよくないので、ちょっとなんか適当なんか入れておきます。で在住国は日本です。これで果たしていけるんですかね。でちょっと待ってくださいね。で写真はここもちょっと写しちゃいけないか、観光案内にしておいてファイルを選択しますと。でつまり今日ここではちょっと省略しますけれども、これの写真を撮って本当に持ってますよっていう証明で写真を1枚送るんですね。
なんでここもちょっと1枚選択して、写真選択して、でよくあるプライバシーポリシーに同意の上っていうのがあるので、これをチェックして送信しますね。送信します。そうすると、サイトお願いします。何ですかこれは。そうするとサイト、さっきの資料を送りますよって言った瞬間に一つ画面の様子が変わりますと、ここからちょっと異世界に入っていくっていう形になります。ちょっと読んでいくと、私は第4境界の例です。これより現実と仮想の境界線が曖昧になります。サイレントヒルの世界とメールのやり取りをするためには特別なメールソフトを使う必要がありますというのがあって、こちらの中でこの世界の中に用意されたメールソフトがあるので、そこを立ち上げてもらうということになります。でこれちょっと一回オフにしてもらっていいですか。ごめんなさい。なんか変なの映っちゃうとやばいから。そうですね。はい、大丈夫です。そうするとその特殊なこのゲームの世界の中にあるメールソフトが出てくるんで、よくみんな使ってるメールソフトだと思うんですよ。受信トレイとか。でそうするとD4 メールをご利用いただきありがとうございますという最初に1通だけ来てるメールってよくあるじゃないですか。ああいう形でちょっとしたこういう案内が載っている状態です。もしかしたら誰かのメールアドレス出ちゃったらごめんね。でちょっと待ちましょう。さっき今資料の連絡をしたじゃないですか。で多分今頃そこの歴史資料館の方でなんか連絡来たぞって言って多分やいのやってるはずなんで、ちょっと待ちましょう。何か来るの、そうですね。なんでその間一度カメラ戻していただいて大丈夫です。今ちょっと待ちでございます。すごいですね。来ましたけどちょっと待っててくださいね。出ない大丈夫だ。画面映してください。さっき1通しかなかったところに新しいメールが来ています。来ましたね。そうするとサイレントヒル歴史資料館です。こちらから連絡したことに答える形で、サイレントヒル歴史資料館から連絡が来ました。サイレントヒル歴史資料館のルビーです。資料提供の連絡をありがとう。早速で悪いんだけどお願いがあるの。添付されていた画像だとよく見えなかったので資料コードをこのメールの返信で送ってもらえる？トラベルナウの枠の下に小さな字で書いてあるコードなんだけど、それにしてもページはリンクが切ってあったのによく見つけられたわねみたいなことが書いてある。すごい。でそうすると、このメールにじゃあ返信をするわけですね。で僕は丁寧な人間なのでご連絡いただきありがとうございます。大切ですね。しっかりと。第4境界じゃなかった。瀬戸桃子です。一応。大丈夫ですかね。なんか家帰ったら多分なんか来てるかも。でご質問のあった資料コード確認いたしました。しっかりと低姿勢で。そうですね。何事もビジネスのシーンではしっかりやりましょう。大切です。でさっき書いてあったここのコードを打ちます。ちょっと読んでもらっていいですか。-630027 630027 ありがとうございます。すごいですね。このパンフレットもこちらでご確認よろしく。破れ目までプリントされてるという。すごいですね。破れ目もこれね、細部までこの汚しといい。メールを書きましたのでこちらでじゃあ送信をします。そうすると人間同士がやってることなんでまたちょっと待たなければいけない。その時間もいいですね。これ待ってる時間も。なのでこの待っている間にこちら今お話しいただいてた通りで、かなり見ていただくと分かる通りで何分1969年サイレントヒルが観光地として華やかだった時代に配られていた観光パンフレットでかなり時代を感じさせるんですよね。そうですね。岡本さんから何か見どころあったら教えてもらっていいですか。やっぱり非常にサイレントヒルの街の有名なところが全部載っているってところもあるんですけど、だから実際にこれ多分この地図を使ってゲームを遊んでほしいなっていうところのぐらいよくできているマップですし、このディテールというか汚しがすごい汚しが入っていて
破れ目までプリントアウトされているところがすごいこだわりですね。すごいこだわりの印刷というか、もう端っこもちゃんとボロボロになってるんですよね。はあ、すごい細部までこだわりが。まあそれは決して印刷などではなく古いんです。古いんですよ。そうですね。そうです。中の人などいないのです。そうです。1969年に。69年から時を超えてきたんです。時を超えてきた。そうですね。まあ、なのでそうなんですけども、さっきの話をちょっと言うと、まあ、これってまあ、もちろん持って遊んでいただければそれに越したことはないんですけれども、まあ、誰しも東京ゲームショウに来れるわけではないし、当然その外国語で遊んでいる方もいる中で、まあ、これが手に入んないよっていう方は、まあ、ネットで、まあ、もちろんこの番組見ていただいた方は今もう明らかにコードは分かったと思うんですけども、まあ、コードだけではなくて実はまあいろんなところにちょっとずつこう大切なことが隠されていたりするので、画像自体はこれネットで公開しても OK ですっていうことになっているので、多分 SNS とかを探してもらえれば画像見つかると思うんで、それで遊んでいただいても全然同じ体験できますので、ゲームショー来れないからといってご心配はないので、ネットを探していただければと思います。どこにも載ってなかったら僕が載せます。藤沢さんから、はい、そうメールの返信はまだ来ないですね。まあ、ちょっとあれですね、本当にこのコードで合ってるかどうか確認中なんでしょうね、きっと。この時間をリアルですね。まあこれはあれですよね、すぐ返事来ないと切れる彼氏みたいになっちゃうんですけど、いやでもね、なんかこうね、まあ実際ねこの方たちは現存してるんですよね。いやもちろんです。あ中の人などいないですから、ね、いないですもんね。はい、いやリアルなね。お返事が来ました。画面お願いします。今、受信トレイに新しいメールが来たのをご確認いただけますか。このカッコ1っていうのが新規メールですよね。はい、じゃあ新しいメール読んでみます。お待たせしました。あなたが送ってくれた資料コード、確かに私たちが必要としている資料に間違いなかったわ。当館の活動に協力してくれて感謝するわね。ありがとう。これからもご協力よろしくね。というところで、一応最初の段階がこれで物語の入りの段階まではやれたっていうことになります。ここから先にどんな物語が起こるのかっていうことはぜひ皆さんの手で確認をしてもらえるといいなと思いますし、はい、あと話戻るんですけれど、はい、さっきのこのサイトのぶつっちゃったごめんなさいサイト側お願いします。このページの結構いろんなコンテンツがあって、さっきの資料館とはのところでサイレントヒルテストとかもあって、結構なんだかサイレントヒル好きな人が本当に見てて純粋に楽しめるサイトになっているし、さっき言ってた36の隠しページを探すっていうだけでも相当な歯応えがあるサイトになっているので、ぜひそれも含めて挑戦していただけるといいかなというように思います。ありがとうございます。いやね、入りの部分だけでもう盛りだくさんな感じでした。これがまだ36、今のは本当全体の中の 10% ぐらいで、これが、ね、このパンフレット1枚、なくても遊べるということで。そうですね。しかもネットですでに結構多くの人が気づいていただいてて、もうすでにもう今朝の段階でここのサイトのページビュー数が260万を超えていて、多分もう今日中に確実に300万を超えるので、すでに多くの方が楽しんでいただけているので、ぜひサイレントヒルが好きな方、第4協会のコンテンツに興味ある方は挑戦していただければ嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、はい、ということでね、盛り上がっていたところなんですけれども、まだお時間はありますかね。まだお時間がありましたらサイレントヒル2の魅力をまた大丈夫ですか。お時間ありますか。まだお時間ありますということで、ちょっとパンフレット見ながら、いやー、これがすごいですね、本当に。サイレントヒル2って、さっきも言ったその街が世界主人公だから、はい、この街で起こった歴史の数々の過去の事件とか、あるいはそこに出てくるそのなんていうんですかね、例えば過去に事件を起こした犯人の名前とか、過去にこういうことをやった偉人の名前とか、そういうその歴史とともに全部作られているので、今回そのサイレントヒルの最新作、サイレントヒル2自体は2って何年なんでしたっけ、正しくは。1990 90年代でしたっけね。90年代っていう、正しい多分明確な
定義はないんだと思うんですけど、はい90年代ぐらいってなってるんだけども、各時代に物語があってそれを遊んでるっていう形なので、これはでも今現在2024年に起きているっていうことなので、なんかそのあたりのこう時間の経過とかも含めてサイレントヒルファンの方だったら絶対に遊んでほしいなって思います。本当にシリーズのいろんな作品の設定を全部盛り込んでるようなマップとそのサイト資料になってるので、コナミからも実は資料を提供してたんですけど、そのコナミから提供してない部分も含めて、いろいろ調べてくださってものすごく盛り込んでいるので、海外のファンもここまで載ってるんだって言ってすごく狂気乱舞してました。本当ですよね。はい、でも本当にさっき言った海外にファンが多いゲームなので、海外の方に認めてほしいなっていう思いがあったんですけれども、今のところ海外での評判すごくいいらしくて、良かったなと思います。いいですよね。先ほどもおっしゃってましたけど、この日本がこうアメリカの舞台で描いていて、それが本国の方たちにしっかりとこう認められて、そして楽しんでいただけてるっていうのがなおすごいことだなっていうふうには思いますね。昨日ゲームショーに行って、特別映像を見るのが、多分今日とかもう僕行ったのはビジネスデーだったんで、それでもまだ空いてる方だったんだけど、それでも30分ぐらい待ったんですけど、多分今日それを見るのはかなり大変だと思うんですけれど、でもそれは並んでる方やっぱり外国人の方が多くて、そうなんですね。でこうあれです、映像でちょっとこう怖いシーン来ると、僕なんかベンチシートなんですけど、隣の体でかい外国の人ガタン震えるんですよ。いいリアクションです。それで俺がびっくりするみたいな。映像隣の人ガタびっくりみたいな。いやでもね、いいリアクションしてくれてますね、それは。いやそうですね、もう海外の人もね、来場者の人は特にこのパンフ持ち帰っていただいて、英語版もあるので、そうですね、うまく波及していくといいなと思います。これをここで僕が日本語で説明するのも変な話なんですけど、外国語版ちゃんとあるんですよ、英語版が。パンフレットもね、で今配布しているのは基本的に日本語版を配布しているんですけれど、カウンターでね英語版を欲しいって言っていただければ、ちゃんとその時スタッフが準備できていれば英語版ももらえることになっているので、もし翻訳できる方はぜひ翻訳してください。そうですね。東京ゲームショウはやっぱり海外のお客さんもたくさんいるということで、いや今日は何分並んでるんでしょうか。そうですね、40分ぐらいになってるかもしれないですね。ちょっと長いと思います。でも非常に評判がいいシアターになっているので、ぜひ体験してほしいですね。いやそれと私も行きたい。これはねどういう体験か言いたいけど、これだけは言えないんですわ。これから体験する人のために。そうですね、もう実際にもう幕張メッセに足を運んで。そうですね、来れる方、特にサイレントヒル2待ちわびている方は来ていただいて絶対損はないと思うんで、お越しいただければと思います。すごいですね、本当に。実際昨日の時点でプレイ動画が上がったんですかね。プレイ動画はもうちょっと前に上がってました。ちょっと前に上がってるということで、じゃあなお期待度がどんどんこのパンフレットも相まって。そうですね、このパンフレットを受け取るところも非常に面白い体験だと思うので、ナースをやってるナースがやってないナースがいるんですよね。ナースがいるんで、ナースがいますね。やってる方はいないです。ナースがいますね。ナースが非常にこうプルプル震えながら恐ろしく不気味にですね地図を差し出してくるので、それを受け取ってぜひ体験してください。そうですね、ありがとうございます。はい、そしてそろそろお時間が来てしまいました。本日ご紹介させていただいたレッドリーパーを体験するにはこちらのパンフレットが必要です。なくてもあとこのパンフレットで遊べる期間っていうのが実は10月15日までなんですね。で、その10月15日以降に遊びたい方は、ちょっと第4協会の方で今回のこのレッドリーパーっていう取り組みに対することをまとめたパンフレットを販売しますので、そちらをお買い求めいただけるとそれ以降も遊べる。逆に言うと今はそれさえ手に入れていれば無料で遊べるので、ぜひ体験していただければと思います。皆様チェックしてください。はい、ということで、こちらは、改めましてになってしまいますが、パンフレットは東京ゲームショウの2024のコナミさんのブースで配布していますので、ぜひ本日明日と会場にお越しいただく方はゲットしてください。
それでは最後に改めて岡本さん、藤沢さんからコメントをいただきたく思います。じゃあ岡本さんから先にお願いいたします。今回のコラボレーションで非常にサイレントヒルに興味持ってくれた方が新しく増えていると感じていますので、ぜひですね再来週発売されるのでゲームの方も買ってみてください。非常に素晴らしいと思いますし、この観光パンフレットを元に街を歩くと非常に充実感があると思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。最後藤沢さん。はい、まだ僕はずっと語り続けたいんですけれどサイレントヒル2っていうゲームは本当にサイレントヒル1はどちらかというとアクション性の作れるゲームでしたよね。それに対してサイレントヒル2っていうのは本当に世界観物語性に振り切ったゲームで、2001年っていう時代に作られたものであるっていうことが本当に信じられないぐらい、もう本当ごめんなさい、うまく言葉で表現できないんですけれども、文学性が高い、これだけ文学性の高いゲームって本当に唯一無二なんじゃないかと思うぐらいの重厚な物語と世界観がありますので、これは時間が経っても全く古びないものなので、まだ体験したことない方はぜひ体験していただきたいと思います。10月8日発売です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで改めましてサイレントヒル2は2024年の10月8日ですね。8日です。8日でございます。はい、そちらが発売となります。ぜひプレイしていただけると嬉しいです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。